それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人は今連絡したいと思ってくれていますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。今回タロットカードはすべて正位置で採用していきます。まずは今お相手のコンディション見ていきます。そしてあなたとお相手2人のコンディションを見ていきましょう。こちらがあなたです。で、次お相手です。そしてタロットカードも一緒にもらっていきます。はい、タロットカードはこちらからです。はい、これはバランスのカード。正義のカードですね。で、お相手のところにはアース9、ペンタクル9ですが入ってきています。この2枚でお互いの現状を見ていきましょう。まずあなたの方から見ていきます。あなたの中に天秤が今ありますね。そしてどちらかとかお互いのお気持ちかもしれません。あなたにとって今バランスが取れているかいないかっていうところで、心の中が少しざわざわしているような感じを受けます。バランスを取っていきたいんだけど、どうしていったらいいかわからないっていう方もいるでしょうし、バランスを取るために何かを断ち切ったりとか整えたりする環境を整備する必要があるなっていう風に感じている方もいると思います。で、加えてこちらのカードも入っています。まだ今ここいろんな、瓦礫というか、レンガがあって、それに囲まれていて、今自分の思うように発信していけないとか、物事の調和を願っているんだけど、自分の力じゃ調和、バランスが取れていかないのかなとか、あなたの心の中で今悩み抱えているもの、重くのしかかっているもの、硬さや重さっていうのを感じます。自分の力じゃどうしようもできないんだっていうところですね。だけど環境を整えていきたいとか、気持ちを整えていきたい。環境もしくはお気持ちっていうところですね。自分自身の気持ちもそうだと思いますし、お相手との関係性とかね、今釣り合いが取れていない。どちらかが偏っていたりとかっていう感じも見受けられますね。お相手の方はガイドのカード、そしてペンタクル9。この2枚で見ていくと、今まであなたと積み重ねてきた時間だったり、そして育んできたものっていうのを大切にしています。ここでガイド導いていきたい、より良い方向へ持っていきたかったりとか、間違っていることがあるんだったら訂正していきたいなっていうお気持ちも出てきているんですね。もしあなたに誤解されているのであれば、それを違うんだよっていうふうに教えたいし、そしてこれはね、受け継いでいくとか継承も表しているんですね。なので今まで2人で育んできたことや努力してきたことを形になっていけば、形にさせていきたいし、それを引き続き継承続けていきたいっていうようなお気持ちも出てきているんです。積み重ねてきたもの、そしてそれをまた次に生かすためにどうしたらいいのかっていうところで修正をかけたりだとか、どうすれば長く続いていけるのかっていうところに今お相手は焦点が当たっていると思います。そのような現状ですね。はい。ではここに対してお相手が今連絡したいと思ってくれているのかどうかっていうところで読み解いていくと、お相手連絡したいんじゃないかなって思っています。そして今これがあなたの方でバランスが取れていないとか、バランスを取るためにっていうことを考えているということは、もしかしたら連絡が取れていないよっていう方もいるかもしれません。連絡取れていない方は
お相手から連絡が来る可能性がありますね。自分から鐘を鳴らしていきたい、正していきたい、訂正していきたい気持ちがあるとか、続けていきたいお気持ちがあるっていうことです。ただそのお相手が連絡していくためには、お互いがまだ改善していくことがあるとか、見直していくことがあるんじゃないかなっていうふうには出てきています。あなたの方でブロックかけている可能性もありますね。もうこの人からは連絡来ないんじゃないか、ブロックしようっていう風になっているかもしれません。どこかガードを感じます。またはお相手から見たらそのように映っているかもしれません。連絡したいんだけどガードが硬いとか、どこかブロックされているような気がするとかね、そのように受け取られているかもしれませんね。で、今普通に連絡取っているよっていう方は、お相手は引き続きあなたと連絡取りたいっていうふうに思っていますし、そしてあなたの方の状態が少し気になるので、今あなたの中でうまくバランスが取れていけないとか、自分の心の中で少し閉じ込めてしまっている思いがあるとか、そういうのを感じますね。そのご自身の中でどうしていったらいいのかなっていうところも後でもらっていきましょう。まずお相手は連絡したいんじゃないかなっていうことで、ではこの後の流れ、お相手は連絡いつ頃してくれるのかなとか、どんな風な形でとかっていうところをもらっていきましょう。ではこちらのタロットカードを使っていきます。ホースシューを使ってスプレッド展開で見ていきましょう。どんな形で連絡をくれるのか。はい、こちらから見ていきましょう。まず現在までの流れを見ていきます。すべて正位置で見ていきます。ペンタクル3番、そしてソードのクイーンが入っています。はい、今まで2人で交流してきたりとか、メール、LINE、会話していますよっていうのが出てきています。今までもこれからも今現在も連絡取り合っているよっていう可能性が高いんじゃないかなと思います。で、今ちょっとね、未読スルーとか既読スルーだったりとか、連絡取れないよっていう方に関しては、連絡取れていたんだけど、これから連絡来るっていう風に捉えていただくといいんじゃないかなと思います。はい、そうですね。お相手の状態としても、これから引き続きあなたと連絡取っていきたいっていうのを出てきていますから、何かお相手の方で例えば忙しいとか何かがあるから連絡できないとかではなくて、この方の中では引き続き連絡取っていきたいってところは変わりがないので、もし連絡途絶えている原因がどこかにあるとするのであれば、もしかしたらあなたが心のガードがかかっているかもしれないって、そこまであなたが思っているよりは、このお相手はあなたに連絡したくないとか、そういうことは思っていないんじゃないかなというふうに出てきています。はい、そしてそうですね、何か障害になるようなこととかも見ていこうかなと思います。この後そうですね、連絡取り合っていけると思います。障害、カップの2番が入ってますけど、これ障害として見るよりだったら、これから起こることの、アドバイスだったり期待していることとして見た方がいいんじゃないかなと思います。特に障害になるようなカードでもないので、これからこの2枚を見ていくと釣り合いが取れていくんじゃないかなっていう風に出てきてるんですね。あなたの中で今お互いのバランスがうまく取れていないとかっていう風に感じてるのであれば、ちょうど良いバランスでお互いが連絡し合えるとか、程よい距離感や感覚、時間差とかで返信し合えるとか、
うまくスムーズに流れていくと思います。心地がいいものになっていくでしょう。あなたの心もほぐれていくと思います。嬉しいこともあると思いますね。そしてバランスが取れるだけではなくて、お相手とお気持ちが通じ合っていきたいっていうのがお互いの願いとして入っていますから、期待ですね、入っていますので、そのように物事が流れていくというふうに出てきていますね。うまくバランスが取れて調和していくという流れが入ってきています。そしてこちらがそうですね、特に思っているほど大きな障害っていうところは見られないんですけど、周りの状況だったり、周りの状況、もしくはお相手でも優しいお気持ちであなたと連絡取りたいとかゆとりを持っている、とても余裕のあるカードが出てきていますし、あなたのことを大切にしているよとか思ってるよっていう風に入ってきているので、だいぶ落ち着いているんですね。状態も気持ちもっていうところがあります。とっても優しいんじゃないかなと思うんですね。あなたが何か助けてとかヘルプサインを出したりとか、こうしたいと思ってるんだけどって言ったことに対しても、今のお相手だったら広く受け止めてくれたりとかアドバイスをくれるんじゃないかなっていうのが出てきています。お相手の状態もいいですね。あなたを思いやっていますよっていうのが入ってきています。そして連絡くれるんですかっていうところ、ペンタクルエースが入ってますね。これちゃんと連絡くれますね。ちゃんと形となるものとして表してくれるということは、もう分かるようにメールが来る、 LINE が来る、電話が来るとか、何かしらの形で連絡がちゃんと来る、また始まっていくってことも言われている、始まりのカードも入ってますから、そうですね、今までちょっと連絡途切れていたよっていう方は、またここで連絡ちゃんと来るんじゃないかなと思います。形となるものが始まっていくよっていうのがあるので、連絡は来ると思います。そしてこれがアドバイスですね。アドバイス、タワーのカードが入っています。なるほど、これがアドバイスとして出るという時は、あなたの中で今ネガティブに考えすぎているところがあるかもしれないし、あとはここですね、正義のカードが入っているので、自分の正しさってどこにあるんだろうとか、何を主張していきたいのかなとか、そういうところで今自分が揺れていたりとか、お相手にこれを言うか言わないかとか、あとはここ正していきたいって思うところ、バランスをうまくとっていきたいって思ってるところ、そこまであなたが思ってるほどバランス崩れてないよっていうところですね。なので自分の中ではうまく整えなきゃと思って一生懸命何かやってみたりとか、焦って物事を進めてみたりとかする必要は今はないよ、落ち着いて取り組んでいけば大丈夫よっていう風に入ってきています。急ぎすぎることなく、そうですね、もしかしたら自分の視野が今狭くなっているような状態かもしれません。自分がここにいて周りに渦が巻いてますよね。バリアを張っているような状態なんですね。柔軟に物事を捉えたり考えたりすると、意外とそうでもなかったなとか、2日3日連絡取れなくてどうしよう、いつもだったら毎日連絡取ってるのに不安っていう風に思っちゃう。だけど実はその2日3日ってお相手的にはあなたに連絡したくなかったとかではなくて、たまたま何かがあってちょっと間が空いちゃったとか、実はそんな感じだったんだなっていう風に後であなたが受け取ることがあるよっていう風に出てきていました。だから今連絡来ないからどうしようとかっていう風にもし不安に思ってる方は、一旦落ち着いて物事を見てみましょうっていうのが入っていました。ご自身の心の今バランスがうまく取れていないのかもしれませんね。心当たりのある方はまず落ち着くことっていうのが一番に入っています。あまり今は大きな変化を求めないっていうのもアドバイスとして入っています。なのでね、もっと早く返信くれればいいのにとか、何か大きく変えようと思うことは今はやらなくていいよっていう風に出てくるんですね。そのまま自然の流れに身を任せていけば、ここね、お相手もあなたのことを思っていますし、別に連絡したくないとかあなたが嫌だとかそういうことは思っていないんですよ。連絡することでつながりを感じていきたいって思ってますし、気持ちを通わせていきたい。
そしてあなたのことを受け止めていきたいとか、引っ張っていきたい、支えていきたいっていうお気持ちもあります。精神的に支えになってあげたいっていうお気持ちもあるので、なので今そうですね、なぜあなたが今何かを正したいとか、なんかバランスが崩れてる気がするって思うのは一体どこにあるのかっていうところをタロットでもらっていきましょう。ただお二人って連絡し合ってる仲なんだよねっていうのはカードは出てきています。過去現在という形で出てきていますね。連絡今取り合ってるよっていう方は、お相手とあなたの中での連絡のやり取りっていうのはうまく流れてるように感じますけど、どうでしょうか。何も問題なく連絡取り合ってるよって方は、もうお相手は普通にあなたに連絡したいなっていつも通り思ってくださってるので、そのままでいいよっていう風にも言われています。ウォーターの4番、カップの4番ですね。あなたの中ではそうだな、今の連絡頻度じゃちょっと物足りないなっていう風に感じたりとか、何か変化を起こしてみたいとか、刺激を入れてみたい、スパイスがあったらいいなっていう風に思ってたかもしれないですね。そこに対して、もうちょっと連絡欲しいなとか、密にやり取りしたいなとか、不安から来るかもしれないですね。不安、そうだな、会いたいっていう気持ちから少し急いでしまっていたりとか、もう少しプラスアルファで何か隠し味、足し味が欲しいなっていう風に感じていたかもしれませんね。だけどお相手の方では、そうですね、いつもと変わらずあなたに対して思ってるよってところが出てきています。ここね、素敵なカードが入っていますから、そうだな、アドバイスもらっていきましょうか。どうしたらいいのかなっていうところで、またオラクルを使ってもらっていきましょう。でも今は変化を求めすぎることなく、今あるものを大切にしていくとか、今連絡取り合っていることに感謝しながら、お相手のお気持ちっていうところ見えてくると思うので、今2人でいる時間大切にしているよとか、何かしらの形とか表現を使ってお相手が表してくれると思うので、それを受け取ると安心するかもしれません。もう少しアドバイスをもらっていきましょう。そうですね、占いを表すカードです。これから先どのように流れていくのか、じっくりと見ることも大切ですってことを教えてくれています。忍耐、少し待ってみることで最良の策が見つかったり、より良い結果が受け取ることができます。計画を立てることもいいですし、ゆっくりと花を咲かせていく、種から芽を出して花を咲かせていく時間をかけることっていうのも大切だねっていう風に出てきます。で、なぜ占い師のカードなのかっていうと、そうですね、兆候を読んで未来の道を決めていくっていうカードだからです。この先の流れっていうのを読み解いていく、もう今の時点で読み解いていければ対応していけるねってこともそうですし、急ぎすぎて何か変化を起こすより、今はこの種を育む気持ちでゆっくりと見て、先々きっと私は受け取るものが出てくるんだってことを見て、今はより良い策だったり、より良い結果を受け取るために時間をかけましょうっていうのがアドバイスとして入っていました。では実際にお相手から連絡来る時期っていうのをトランプを使って出していきましょう。1番をお選びいただいた方、そうですね、音信不通とか既読にならないとか、少し何日か間空いてるっていう方、その方向けにまず1枚、トランプを出していきます。なかなか連絡つかないんですっていう方は6です。6のつく日、または6日後とか6時間後とか、6の関わる時にお相手から連絡来るんじゃないかというふうに出てきています。ただこれは近い未来だと思いますね。そう、近未来で起きてくると思います。で、お相手から連絡もらうとだいぶ落ち着く、安心するとか、なんか何日か連絡来なくて心配していたけどよかったとか、そのような流れになっていくと思います。はい、あとは次、音信不通じゃなくていつも通り連絡取っているよっていう方向けにまたナンバーを出していきます。
しそうだな誤解を受けているのであれば、お相手はそれは違うよって、何日か連絡なかったのはこういうふうな理由があったからだよっていうふうに説明してくれると思います。あなたに連絡したくてしょうがないっていう感じで出てきていますけどね。はい。で、いつも連絡取り合ってるよって方は10です。10のつく日、10時間後、10日後とか、10っていうのが数字で入ってきています。はい。また、いつも通りの会話とかいつも通りのやり取りがこれからも続いていくんじゃないかなっていうのが出てきていますね。ただし近未来とかこの先見ていくと、あなたが受け取るもの、確実に受け取るものがある、連絡はくれるでしょう。プラスそこにお相手のお気持ちが見え隠れするような言葉だったり表現っていうのが感じ取られるようなことがあるんじゃないかなというふうに出てきましたね。はい。ということで、では最後にお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらはあなた自身とあなたの歩んできた道のりを誇りに思ってください。自分の信じる道を歩み続けるうちに、あなたにふさわしい場所へとたどり着くでしょう。という風なカードが出てきていました。信じる道を歩み続けてみてください。そのうちあなたはふさわしい場所にたどり着くことができます。受け取るものもあるでしょう。噛み合っていなかったものも噛み合うようになっていきます。カップの2番っていうのはつながりを表すカードです。パートナーシップや共有すること、時間の共有だけじゃなくて気持ちの共有、通い合わせることっていうのもここで出てきています。絆を表すようなカードですね。これが出てきていますから、2人の気持ちって今例えばすれ違っていることがもしあったとしても、ここで修正のカードをお相手出してきてくれているので、あなたが物事を柔軟に捉えていくとうまく回っていく、流れていくんじゃないかなっていうのが出てきていました。今回のテーマは、お相手は今あなたに連絡したいと思っていますかということだったんですが、1番をお選びいただいた方、お相手あなたに連絡したいっていうふうに思っています。必ず形のあるものや気持ちを表現してくれるでしょう。具体的な数字も参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手は今あなたに連絡したいと思ってくれていますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。まずはオラクルカードとタロットカードを使ってお二人の現状を見ていきます。今回カードはすべて正位置採用です。ではよろしくお願いします。はい、あなたの方ですね。アサシンのカード、そしてお相手の方には占い師のカードが入っています。で、ここにタロットカードを足して見ていきましょう。そうですね。今そうですね、あなたの中で連絡来るか来ないかっていうことに対して厳しいなっていう風に感じていたりもするのでしょうか。何か自分の中に壁を感じるとか障害を感じるっていうような感じが入っています。あなたの方ではペンタクル、クイーン、お相手はカップの4番という風に入っています。まずはあなたの方から見ていきましょう。そうですね。今連絡取り合っている関係性であれば、今のままでいたいとか、今の関係性や連絡頻度でいたいとか、あまり大きな変化は求めていなくて、どちらかというと受け身の状態であるから、お相手から連絡来てくれるとすごく嬉しい
っていうところもあるし、では自分から連絡していけるのかっていうところに関しては少し障害を感じているので、自分からはなかなかできない、恥ずかしいとか消極的になっちゃうんだけど、来てくれたらすごく嬉しいし、それは自分にとって豊かなものなんだってことが出てきています。そうですね、受け身っていうところが入ってきていますけど、でもお相手から受け取ることすごく嬉しいよっていう風に出てくるので、連絡くれてること、取り合えてることに対して今幸せな気持ちでいますっていうのが入っていますね。お相手から連絡来ることっていうのは、あなたの生活の張りになっていたりとか、生きがいだったりとか、楽しい時間として感じているんじゃないかなと思います。ただしそうですね、自分自身の中で難しい決断とか判断に直面しているように感じているところもあります。受け取る豊かさの一方で、何を決めることに、困難を感じているのかっていうところが少し気になるので、ここにカードを足していきます。オラクルもう1枚ください。ただし今その自分の中でこれを乗り越えていけばもっと成長できるとか、もっとより良くなれるっていうところは出ています。はい、1枚もらっていきましょう。そうですね、自分の逃げていたことから逃げずに取り組みたいとかっていうところもあるんでしょうか。問題と直面するというカードと、自分のカゴから出ていきたいっていうところですね。もしくは問題から逃げたいっていう気持ちもあるんだけど、もう逃げずにそろそろ取り掛かっていかなきゃいけないとかね、そういうところにも気づいているのかなっていうところはあります。ただしまだ自信がないとか確証がないことなので、勇気がいることかもしれません。どうしようかなっていう方法を探している方もいると思います。そうですね、自分のお気持ち伝えるか伝えないかとかっていう風に考えている方もいるんじゃないかと思います。告白するとか、または連絡先知らないよっていう方は連絡先教えてくださいっていう風にどうやって伝えようかなって、少し自分の中では困難だなって相手から来てくれるとすごく嬉しいんだけど、自分から言う勇気を持たないとこの先発展していかないから、連絡先聞かなきゃっていう風に決意してるっていう、だけどなかなかやっぱり勇気が出ないことなんだよなっていう風に感じてるのか、今連絡取り合っているよっていう方は、あなたの中でコミュニケーションを取っていく中で切り開いていきたいものとかもあるんですね。それは自分の中の問題ってこともありますし、お互いの問題っていうのも感じているところがあると思います。そこに対して取り組んでいかなきゃ、そろそろここ始めていかなきゃなっていうところを感じている。そして今連絡なかなか取れていません、音信不通になってますっていう方だとしたら、自分からこのカゴを開けて働きかけていかなきゃいけない。今まで逃げていたところがあったんだけど、そこにしっかりと目を向けて自分から動いていくことっていうのが今のお気持ちとして入っているのかなっていうふうに感じます。いろいろな関係性の方がご覧になっていると思うので、いつも連絡取ってるよって方とか、連絡今途切れてるよって方とか、様々あると思います。当てはめてご覧いただけたらなと思います。そしてお相手のところに先を見通す占い師のカードと、あとカップの4番が入ってるので、何か切り開きたいってことを言ってます。今まで以上のことプラスして何かを加えていきたいってことを感じています。あなたともし連絡取り合っているのであれば、そうですね、このお相手から連絡いつもしていたのであれば、あなたの方からも連絡するといいんじゃないかなっていうのもお相手感じていますね。連絡欲しいな。あとはそうですね、いつも連絡取り合ってるのであれば、少しなんかプラスで欲しいなっていうところがあるんです。お互いの連絡頻度に慣れてしまっているってところもあるのかなっていう感じはしますね。満たされている状態、それに慣れてしまっている。とても頻繁に連絡取っている方だったらその可能性もあります。だから刺激的な何かが欲しいってこともあるかもしれません。で、今なかなか連絡取れていない、途切れているよって方は、お相手の中でプラスのものが欲しいってことを感じているので、今の現状じゃまだプラスが欲しいっていう風に出てるので、連絡したいとか欲しいとかそういうところにいるのかな、またはそれすらも今自覚されていない可能性があります。
連絡取れていなくて、自分が今どんな状況でどんな気持ちなのかっていう視野が狭くなってしまっていて、見えていない、現状がわからない、あなたのことが今見えていないっていうお相手もいるかもしれない。これは連絡取り合えていない場合はってことです。ただしここに占い師、先を見通すっていうカードがあるので、この先自分がどうやって動いていけばより良い道になっていくのかなっていう方法を探しているんじゃないかなっていうのはあります。さらにより良いものにしていくためにはどうしようかなっていう、あとは大切に時間を使って育んでいきたいっていうカードなので、今連絡が取り合えていない方もお相手は時間をかけてっていうことを考えてるので、そうですね、もしそうだな、あなたの方でもそこまでせかすようなカードではないんですけど、それでも例えば毎日連絡が欲しいとか、連絡頻度に対してもっと欲しいなって、もしあなたが受け取りたいなって思ってるのであれば、お相手は今のペースの方がいいなとか、ゆっくりと時間をかけたいなっていうところがあるので、それはお相手のお気持ちとして出ています。で、連絡取り合えていないっていう方だとしたら、お相手はお相手のペースで多分進んでいくとか、先を見て考えているところがあるので、今何か動く、すぐに動くとかっていうよりは時間かけようっていうふうには考えています。そして連絡取り合っていて特に頻度にも問題ありませんっていう方は、お相手はさらにその先の向こうのことを考えている可能性があります。いずれにしろプラスのものを今お相手は求めている可能性があるし、考えている可能性がある。求めているというかね、自分で考えている可能性があります。では次見ていきましょう。次はスプレッド展開を使って、お相手から連絡来ますかとか、連絡したいと思っているかってことについて深掘りしていきます。こちらも正位置で見ていきますね。連絡くれるとしたらどんな形で連絡をくれるのかとか、そのあたりも見ていこうと思います。はい、ではホース集を使って見ていきます。まず今までの流れ、今現在までの流れを見ていきます。はい、ペンタクル7番、チャリオットのカードが入っています。これ今お伝えするのが少し難しいんですね。なぜかというと、今連絡したいと思っているかどうかだけにフォーカスを当てるのではなくて、今連絡を取り合っている関係性や、今ちょっと途切れてます、音信不通なんですっていう方とか様々いると思いますので、今この連絡取り合っているよっていう方に関しては順調に今連絡取り合っていますし、これからもっとより良いものになっていくんじゃないかなっていう勢いのあるカードが入ってきています。今まで育んできたものっていうのを一旦見直す機会がお相手の中で入ってきていて、ここプラス欲しいって言ってたので、そのプラスになるようなことを今まさにお相手の方から働きかけていたり、またはそのような流れになっているんじゃないかなっていうのが感じられます。そして音信不通ですとか、しばらく何日か連絡取れていませんっていう方でも、ここで動きのカードが入ってるので、向こうから動いてくるとか、あなたの方から働きかけるとか、何かしらのアクションがここで出てきています。そして2人が今まで育んできたものとか時間っていうのを大切にしていますから、決してお相手はあなたのことが嫌だとか連絡したくないとか、そういうところではないと思うんですね。ではお相手のお気持ちとかのあたりを見ていきましょう。カップの8が入っています。新しいところへとか変化をしていく、っていうところですね。次のステージへ行くっていうカードです。お相手の中でどうしようかなとか、時間かけようかなとか、いろいろ考えていて、プラスなことをなんだろうっていろいろ考えてる中で、少し見方が変わるとか、タイミングがやってくるとか、その今の現状から抜け出してプラスになるようなことがお相手の状況的に
ある。価値観が変わるのかもしれないし、お相手の状況が良くなるのかもしれないし、気持ちが盛り上がっていくのかもしれません。ここですね。気持ちの変化だったり、より良いものにしていこうっていうことで働きかけたりとか、何かしらお相手の中でも良い状況になっていくんじゃないかなっていうのが出てきています。今までこんな感じでやってきて時間かけようかな、いやでもやっぱりプラスになるようなことしたいなって思ってた横一線だったものから、一つ階段を上ったようなお相手のお気持ちっていうのが出てきています。そうだ、こうやってやってみたらいいんじゃないかなとか、少しやり方変えてみようとか、視点を変えるとか、そういうところも出てきています。またこの流れで見ていくと、そうですね、プラスになるようなこと自分でやってみようって思ったりとか、あとはそうですね、横ばいの状態から右肩上がりにしていくために自分自身動くんじゃないかなっていうのが出てきています。なので連絡なかったよって方は連絡するでしょう、お相手の方が。今の現状から抜け出すっていうのが出ているので、連絡があるんじゃないかと思います。そしていつも通り変わらず連絡し合ってるよっていう方についても、何か刺激的なこと、サプライズ的なことをお相手が考えている可能性があるんじゃないかなと思います。そしてでは、障害になっていることで見ていきましょう。そうですね、もしこれを障害として取るのであれば、ゆっくりと時間をかけることだったり、時間っていうのも関わってくるかなとも思いますし、お互いがちゃんと向き合っていくこと、そうですね、あなたの中で今自分の中で変えていかなきゃとか、打ち出していかなきゃっていう考えていることとしっかりと向き合うことっていうのも、障害というか、ポイントですね。アドバイスだったり課題として入ってきますね。あとはお相手的には、もっとお互いがきちんと見つめ合う時だったりとか、もちろん育んでいくこともそうなんですけど、関係性や時間とかを使いながらお互い育んでいくこともそうなんですけど、お相手的にもプラスとかではなくて、今あるものをお互いそれぞれ受け止めて育んでいくことっていうのも大切になってきます。育むというよりは、満ち足りていて、今よりももう少し刺激的なものが欲しいとか、お相手が思っていたり、先を見通して何か始めたいと思っていることがあるとかっていうのもお相手の中で入ってきているので、先とかよりもっととかではなくて、今これから始めていけることとか、今できることをやっていくっていうのも入ってきてるかなと思います。ちょっとね、先に近未来を見ていきます。近未来、カップのキングが入っていますね。そうなると、ここは寛大にもっとゆとりを持ってお互いやっていける、気持ちが通じ合っていけるとか、支え合っていけるような関係性になっていける、優しさがにじみ出るような近未来が出てきています。足りないなって思っていたとか、プラスで欲しいなって思っていたところとか、自分で変えようって思っていることとかも、ここで働きかけることによってより良いものになっていくっていう未来が出てきています。で、最終結果のところ、これもカップのクイーンですね。キングとクイーンが出てきました。そうですね、ここをお互いが育んでいけるような未来、もっとより良いものになっていく気持ちが満ち溢れていったりとか、お互いをより理解しようとし合えたりとかっていうのが出てきていますね。これは多分ここで働きかけ、今現在変わることがあるからとか、進むものがあるから何かが変わっていく、動いていくっていうのがある。そしてではここアドバイスと一緒に見ていきましょう。ワンドの8と、そしてペンタクルページ、これ両方アドバイスとして見ていきたいですね。そうなると、そうですね、お相手の中でも変化っていうところを求めているところがあって、これからより良いものになっていく、もしかしたらこれ目まぐるしく物事が変化していくっていうのを表しているカードがここアドバイスで入っています。で、その変化に対応していきましょうっていうのもありますね。あなた自身が変化を受け入れることもそうですし、自分自身も変わっていく、流れに乗っていくっていうようなお気持ちでいるといいのかなというふうにも出てきています。ペンタクルページね、受け取るだけではなくて自分からも働きかけていくとか、そうですね、ゆっくりと育んでいきたいっていうお相手のお気持ちも重なってはいるんですけど、でも物事が
変わっていく、急激に展開していくっていうのが出てきている。それはここね、進んでいくっていうカードがあるから、どちらかが働きかけていくから、でもそれがより良い結果になっていくっていうのが出てきています。もうちょっと深掘りしていきましょう。お相手のお気持ちと、あとその障害もしくは期待していることで出しているカードのところに追加2枚もらっていきます。お相手の中ではつられ人、そして障害のところ、ここですね。やはりペンタクルページが重なって出てきているんですね。障害、ここか。まだまだお互い学んでいくことがあるとか吸収していくことがある。これが出てきていますね。ここ2つ同じカードが出てきてるってことは、かなりここを強くこのカードたちがね教えてきてくれてるんだと思います。2人のこれからの未来を進展させていくために、まだまだ積み重ねていかなきゃいけないものがあるよっていうのを教えてきてくれていて、だけど時間をかけてたくさん吸収していきたいんだけど、物事は急激に展開していくかもしれないので、それに臨機応変に対応していくとなおいいんじゃないかっていう感じで、地に足をつけた関係性というよりは、もっとスピード感が出てくるような流れがこれから出てくるかもしれませんね。もう現在もそうかもしれない。スピード感があるカード、パワフルなカードが入ってます。それにうまく乗っていって、2人の気持ちが通じ合っていくとか、お互い理解し合っていくっていうところが出てきています。で、お相手の現状でプラスで出したカードに、お相手少し耐えているよっていうカードが出てきています。今耐えていけばこの先良くなっていくっていう風に今感じてる。だからプラスのことを望んでいても、今ちょっと我慢していたりとか耐えているところがあるっていうのが出てきています。これをもし連絡取り合えていないとか、少し連絡途切れているっていう関係性で見るのであれば、お相手は今この連絡取れていない状況を耐えている。なぜかというと、この先良くなっていくっていうのを見通ししているし、望んでもいるからだっていうのが出てきています。確かに今連絡欲しいなとか、今以上のものが欲しいなっていうのがあるんだけど、でも耐えてこの先2人がつながっていくことを望んでいるっていうのが出てきています。お相手の現状をね、少し耐えているよっていうこと。そして気になるのが、この障害ペンタクルページ2枚ダブルで出てきているところです。これ確かにまだまだ2人の関係性を育んでいく必要がある。時間を育んでいかなければ変わっていかないこととか、変化に対応しきれないようなところとかも出てくるんですが、スピード感を持って今の現状に取り組んでいくっていうアドバイスが入っていました。でもプラスしてここ、今までなかなか変わらなかったことに対して変えていこうっていう気持ちも大切。そしてプラスで時間かけるべきだって思うところは時間をかけてもいいと思います。これ両方ともアドバイスとして2つの意味で入ってきてるかなと思います。ちょっとね、逆なんです。スピードやパワフルを表すカード、こっちはどちらかというと時間をかけて育んでいくことだったりとか、あとはこれから勉強していくとか学んでいくっていう、落ち着いて取り組んでいくっていう、始めていくっていうカードなので、スピード感がちょっと違うんですね。確実に積み重ねていくものと、スピードよくテンポよく動いていくのと、これは近未来、今現在と近未来とアドバイスと出てきていて、うまくそれを取り入れていきながらやってみてくださいっていう風に出てきていました。今現在変化していることを、変わっていくことを、変えようと思っていること、もしあなたが動きたいと思っていることがあれば動いてもいいですし、お相手の方は耐えていった後にこの先の未来良くなっていくっていう風に感じてるっていうことは、そうですね、柔軟にどちらも取り入れていくといいのかなっていう風に出てきています。ややこしくなってしまって説明が下手ですみません。そうですね、臨機応変に今の現状に対応していくこと、そして積み重ねて時間かけたいと思っていることは時間かけること、両方大切。どちらかだけじゃなくてね、対応していくことも大切だし、ここは時間かけたいってこだわっているところは時間かけて、まだまだ2人はこれから成長していく段階で
あるのでって、急成長する可能性もあるし、時間かけて取り組んでいくことどちらもあるよっていう風に出てきています。どちらもね、取り入れてみてください。ではこの後お相手から連絡が来る具体的な数字もらっていきます。で、今連絡取れていない音信不通、ごめんなさい、一回しまいますね。音信不通になっているよっていう方向けにまず1枚出します。その後に普段から連絡取っていますっていう方向けに1枚出します。ただお相手的に今忍耐、それは先のためにっていう風に未来を見据えて今我慢していますっていうところがあるので、どこかしらセーブしていたりとか、あまり多くを求めないようにしているっていうところはあるかもしれません。ただ先の未来を見ていくと、カップのキング、クイーンと揃っているので、お互い理解し合えるような流れになっていきます。ではお相手から連絡来るような時期として3です。3のつく日、3週間後、3日後とか3時間後とか、3っていう数字を参考にしてください。そうですね。今苦しかったこととか、もしあなたの中にあったとしたら、お相手から連絡来ることによって安心できることになっていくのかなっていう風に見て取られます。では次、連絡取り合っているよっていう方向けに出していきます。普段から連絡取っているんだよなっていう方はどの数字になるでしょうか。1枚もらっていきましょう。13ですね。はい、この13っていうのを参考にしてください。13日後、13時、13のつく日だったりもしますね。はい、このままお二人の勢いっていうのがぐんぐんと伸びていくでしょう。はい、連絡取れていない方も取れている方も3っていう下一桁が一緒になっています。あとは好転へ向けてのメッセージもらっていきましょう。オラクルからもらっていきます。少し分かりづらい説明になってしまって申し訳ありません。物事が急激に変わっていくことがある、進めていくことがあるので、それにうまく乗っていくことと、あとじっくりと時間かけてこれからお互い成長し合えるようなこと、どちらもってことです。ただし結果的にはお互い理解し合えるような関係性になっていくよってことは出てきています。アコライトのカードが入っています。物事が動かないように感じるのであれば、新しいことを学んで視野を広げていきましょうっていうのアドバイスで入っています。あなたが学んだことはすべて自分自身を成長させることであって、目標を達成するためのことにつながっていきます。はい、吸収できることがもしあるのであれば、今学んでいきましょうっていうところですね。あと、動かないような現状を動かしていくためにも、今あなたが新しいことを学んで視野を広げることっていうのがアドバイスとして入っていました。これは連絡取れている方、取れていない方、どちらもお受け取りいただけたらなと思います。そしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。これは選ぶというカードです。人生はあなたのものであって、あなたにだけ感じられるものです。あなただけが育んでいくものがあります。それは一体何でしょうか。より美しいあなたの人生にしていくために、あなたの感じるままに今進んでください。というメッセージでした。あなたの人生は他の誰のものでもない、あなたのものです。だからより美しく輝いていけるために、今あなたが動けること、進んでいけること、感じるままに進んでいってください。そのようなメッセージももらっていきました。今回はお相手から連絡来ますかとか、今お相手は連絡したいと思っていますかっていうことだったんですが、今連絡したいというよりは、育んでいきたい、時間かけていきたいとか、より良い未来のために今時間をかけていたり我慢しているところがお相手はあります。だけどこの先、今現在で動きが出てきているので、その後、より良いものにお互いの関係性がなっていくよっていう風に出てきていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今お相手はあなたに連絡したいと思っていますか
というのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。こちらは今現在も連絡取り合っているよっていう関係性の方や、ちょっと何日か連絡途絶えていますとか音信不通の方もご覧いただくことができます。それぞれの今の関係性や距離感に当てはめてご覧いただけたらなと思います。まずはお相手とあなたの現状をもらっていきます。はい、あなたの方を出していきます。次がお相手です。そうですね。何かリスクを背負っていたりとかっていうお相手と出てきていますね。もうちょっとタロットを使ってもらっていきましょう。あなたの方はコントロールっていうワードのカードが入っていますね。変化だったりとか、そうですね。あとはタロットを足してみましょう。あなたの方はフールのカード、お相手はソードの7番ですね。そうですね。何かそのお相手の中でこれちょっとリスクを背負っているようなところが感じられます。リスクっていうのはどういう意味でお相手が表してきてくれてるのかなっていうのが少し考えるところがあるんですけど、どうやったら失わずに済むのかなとか、そういうことを考えてるかもしれません。自分にとってよりプラスになるためにっていう方法策を考えているんじゃないかなっていうふうに思いますね。そのために行動されていたり考えていたりっていうところはあると思います。何が目的でっていうところも後で見ていきますね。そしてあなたのところではこれね、そのフールのカードとそうですね、変化を通じて何か起こることを感じ取っていたりとか、これからまた新たに始めていきたい、スタートしていきたいっていう気持ちと、そのためには変化していく必要があるとか、受け入れていく必要があるな、何かしらの現状を打破するところが今のあなたの現状として入ってきています。変えたい気持ちがある、よりよく自分がより自由に表現していくためにも現状を変えることだったりとか、お互いの関係性を変える必要があるんじゃないかっていうふうにあなたの考えが出てきています。コントロールというよりは変化を通じてこれから起きることをどんなふうに自分が感じるのかなっていうところにいたりとか、または変化させていきたい。どんな変化かって言ったら、もっと自分たちの思うように表現していったりとか、縛られたくないとか、これからの連絡のやり取りに対してあまり心配するようなことなく自由にやっていきたいっていうことですね。そこに対してではこの後タロットでスプレッド展開していきます。お相手から連絡来るのかどうかというか、今連絡したいと思ってるのかどうかっていうところを深掘りしていきます。もちろん関係性によっては音信不通になってますとか、連絡今途絶えてますっていう方もいるでしょうし、あとは今いつも通り連絡し合ってるよって方もいると思います。そして今出てきてるのがソードの9、今ちょっとジャンピングで出てきてるのでここに置かせていただきます。では一歩現在までの流れを見ていきます。タワーのカード、カップの8、何かしらの変化っていうのがやっぱりあるみたいですね。ここも変化、その変化の流れに自分があなた自身がね乗っていくってこともそうだし、変化を受け入れたりとか、
そうですね。あとは変化することによって変えていきたいことがあるっていうこのカードと、あとタワーのカードが入っていたので、少し前にお互いの関係性が変わるような出来事があったりとか、変化っていうところがあったんじゃないかなと思います。ただ今現在がもう新しいところへ向かっていってるよっていうところがあるので、その変化を受け入れて今の現状があるよっていうところがあります。何かしらやり方を変えるとか、連絡頻度が変わったり、連絡手段が変わったりとかっていう可能性もあります。お相手の中で何かね、背負っているものがあるとか、それは連絡し合うことに対してです。そこは見えてきています。今起こった変化に対応していくときに、お相手の中でやっぱりリスクっていうのが出てくるのかな。何か失いたくないものがあるとか、そういうお気持ちが出てきているかもしれません。じゃあお相手の状態を見ていきましょう。ペンタクルキングのカードが入っています。だいぶ落ち着いて物事に取り組んでいきたい、誠実に対応していきたい、だけどっていうところも出てきています。障害を見ていきましょう。ペンタクルエース、確実なものにしていくために何かしらの障害が出てきてる。確実な始まりっていうのは連絡することですね。今で言うと連絡し合うことについて、ここ障害ですね。今連絡取れていないっていう方もやっぱりいるのかな、多いのかなというふうにも感じますね。近未来の様子見ていきましょう。力のカードが入っています。近未来はお互いが寄り添っていけるとか、今まで困難なことがあったんだけど耐えてそこから掴み取っていけるものがあるとか、未来はだいぶいいですね。今この変化を受け入れていくことでより絆が深まっていくとか、そういうところも出てきています。そしてこれが最終的な結果として、運命の輪が入っています。物事は好転していきます。いろいろ紆余曲折あるかもしれませんが、この先近未来と、結果とかを見ていくと、その連絡し合えるでしょう。自然と連絡取り合えるとか、今までプツッと連絡なくなっていたっていう方は、また自然とお互いが連絡している、気づいたら連絡来たとか取り合ってるとか、そういう状況になっていたり、またはタイミングが巡ってくる、物事が好転するっていうふうに言われているので、その流れに乗ってまた連絡し合えるような仲になっていく。あといつも通り連絡取っているよっていう方に関しては、よりお互いの絆が深まるような出来事がやってくる、チャンスがやってくるっていうことです。ただしそのお相手の状態、ここね、悪くはないんですけど、実際連絡するかどうかっていうところで、ここ少し鍵になってきます。あとはアドバイスカードです。アドバイスカードはカップの3番です。祝杯をあげている乾杯のカードですね。お相手から連絡来たら喜びましょう。素直に喜び合いましょう。楽しい時間を過ごしていきましょうってことも出てきていますね。でこの連絡っていうのが遊びのお誘いだったりとか、もしかしたらグループのお付き合いでのお誘いかもしれないけど、それに乗っていくといいんじゃないかなっていう風にも出てきています。気になるところ何点かあるので、タロットで補足していきます。まずジャンピングでソードの9が入ってきたんですけど、今これを見る限りだと、この今まであった変化っていうところに対して、あなた自身も苦しみから解放されて楽になりたいっていうお気持ちもあるし、でお相手の方でも今その自分が何を失うのが怖いとか、何かね、その連絡を取り合うことによって抱えてるものがあるって言ってるので、ただしそれはお相手が抱え込みすぎているだけで、実際はそこまで大きなことじゃないんじゃないかなっていうふうにも感じます。お互い思っていること、変化に対応しきれないとか、対応していくためにはっていうことに関して、あまりそこまで大きなこと、悪いこととしてね捉えなくてもいいよっていうふうには出てきているのと、もう少しね見ていきましょう。ウォーター5、カップの5番とバンドの7番です。やっぱり変化によって
失ったものがあるのかなっていうふうにお互い感じるようなことがあったり、お相手ですね、ここお相手で出してるので、お相手の中で失っちゃったものがあるとか、失いたくない気持ちがあるとか、ここを感じてるところがあるですね。気持ちを手放したくないとか、連絡うまくやっていきたいんだけど、ここ何かしらの変化があってうまく連絡取れなくなっちゃったとか、そこに対応していけないとかっていうところで落ち込んでるところがあるんですが、でもお互いにとってそこまでお互いがショックを受けるようなほど大きな出来事ではなくて、物事は次第に順調に流れ始めていくので、今その落ち込んでいる気持ちや変化ってところに対して何かしらお互い思うところがあるんだけど、そこは時間とともに気持ちが落ち着いていって、これから安定に向かっていきますっていうところは出てきています。そしてお相手から連絡来ますね。まず誰よりも先にあなたに連絡するよっていうのが出てきていて、例えばその変化っていうのがお相手の状況が大きく変わるようなことだとしたら、これが落ち着いたらあなたに一番に連絡してきますよってことが出てきています。で、何も変化は確かにあるんだけど、音信不通じゃなくて普通にいつも通り連絡取り合っているよっていう方だとしても、お相手の状況が落ち着けばその状況を随時教えてくれたりとか、落ち着いたよとか、もう少し時間かかるよとか、そういうことも教えてくれるんじゃないかなと思います。気持ち失うのが怖いっていう風にお相手の中で入ってくるので、やっぱりこの何かあったんじゃないかなっていうことに対してお互いそうですね、どうやってあなたは受け入れていけばいいのかなとか、もうちょっと自分楽になりたいなって思ってるし、お相手もこの変化によって自分の中で失うものが出てくるんじゃないかっていう恐れとかも出てきています。これがだいぶ落ち着いてくる、そのうち近未来ですね、落ち着いてくる。現在も変化を受け入れていってるので、この流れでいくとまた落ち着いて連絡取り合って事態は好転していくっていうように出てきています。アドバイスとしては、あまり落ち込みすぎず暗く考えずに明るいお気持ちでいてくださいってことです。もしあなたの方で余裕があるのであって、そしてお相手の方がどちらかというと余裕がない状況なのであれば、あなたがお相手を楽しませてあげることもいいでしょう。お誘いしたりとか、ちょっと気分転換に遊びに行こうよとか、そういうことでもいいと思います。飲みに行こうとか。もしあなたの方に余裕がなくてお相手の方に余裕があるのであれば、お相手の方からそのようなお誘いが来るかもしれません。あまり重く考えずに、明るいこと、ポジティブなこと、楽しいことっていうのをお相手と共有していきましょうっていうのがアドバイスとして入っていました。では実際にいつ頃連絡来るのかっていう具体的な数字を出していきます。まずしばらく連絡取れていないよっていう方に1枚、あとはいつも通り連絡取れてますよって方にそれぞれ出していきます。はい、では見ていきます。なかなか連絡取れないよっていう方は5のつく日、8のつく日、もしくは5時間後とか8時間後とか5や8がつく数字っていうのが入ってきています。急にお相手の方から連絡来るかもしれないし、でも物事が落ち着いたらっていうのはここはあります。音信不通になっていたり連絡取れないって方は、お相手の状況が今あまり芳しくないので、落ち着いた時に連絡くれるんじゃないかなと思います。ここですね、自分が落ち着いたらっていうところです。そしていつも連絡取り合ってる、どんな状況にあっても連絡取り合ってるよって方は1っていうのが数字で入っています。1時間後、1日後、1週間後っていう感じで、ここでもね、すぐっていうところがありますから、いつも通り連絡取り合ってる方っていうのはこれからも変わらず連絡取り合っていくんじゃないかなと思います。で、そしてお相手は今連絡したいと思っていますかどうかっていうところなんですけど、連絡したいと思ってると思います。たとえ自分がどんな状況にあったとしても、この例えば変化をお互い共有しているのか、またはそれぞれ抱えていて共有していないのかにもよってくるんですけど、
いずれの形にしろお相手はあなたに連絡取りたいと思ってるし、できるだけ明るい内容で話をしたいなっていうふうには感じてると思います。そのように持っていくといいんじゃないかなとも思いますね。そうですね。ではあまりね深く考えずにもう少し軽く考えておいてもいいよっていう風にアドバイスが入っていました。一番にあなたに連絡してくるでしょうっていうのが出てきているので、あとは今起きていることとか、そうですね、お互い何を失って何を得るのかとか、そういうところに焦点を当てていけばいいのかなっていう風に感じますね。まずはお互いが自然と寄り添っていける近未来だったり好転していくっていう結果が出てきていますので、そのタイミングを逃さないように見ておくことっていうのも重要になってきます。そしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。満たされているというカードです。あなたの心はいつも自由です。そしていつも満たされています。あなたの人生においてこの先大切だと思える日について考える時がやってきています。それはどんな日となるでしょうか？どのように動きますか？自分で自分の心に問いかけてください。いつかこの先、この日が大切だと思えるチャンスのある日、この日がもうすぐやってくるので、その時はどんな日にしようかっていうことをイメージしておいてください。というアドバイスでした。確かに運命の輪でこれから好転していく、物事が変わっていくっていうね、変化の繰り返しが訪れていきます。その中でも好転していく方に物事が動いていくので、どんな日にしていくのかっていうのを今のうちにイメージしておきましょうっていうのがアドバイスとして入っていました。今回はお相手は今連絡したいと思っていますかっていう質問に対して、一番にあなたに知らせたいっていうお相手のお気持ちがあるっていうことで、連絡今最近取れていないよって方はお相手の状況が落ち着いたらお相手の方から連絡くれるんじゃないかっていうのが出てきていました。ぜひこちらも参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。